自分はイヤホンを外して入ったらまたつけてってやってます。もう満員電車の時なんか密着しちゃうから、そこをなんかちょっとエチケットとしてやるべきなんじゃないかなって俺は思いますね。なんかでも結構外人さんは分かんないっていうのもあるんですけど、地べたに座る習慣が多いのか。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kathy Cat. When you come to Japan, you are bound to use the trains here. Even if you come in here for the first time, you will have to travel by train, and there are many rules that consider and that go around the Japanese train system. So, we asked Japanese people this time on the streets of Tokyo which rules they wish foreigners who come to Japan would actually know. So let's go and find out about those. If you're new, don't forget to subscribe for more content here from Japan, and let's go and ask Japanese. リュックの人が多分海外の人多いんで、リュックをこう前にしたりとかお膝に乗せたり、座ってたらやっぱり足の間に置いたりするのがいいかなって思います。やっぱり後ろは見えないんで、後ろにいる人にリュックが当たっちゃうと悪いんで、こう前でしっかり抱っこしてあげるのがいいかなっていう日本人の気遣いこれグッドマナーです。ピコン。まあでも普通に静かにしててほしいなって思う時ありますね。やっぱ海外の人って声大きいですよねそうやっぱ結構耳につきやすいから、もうちょっとだけでいいんで、まあ、静かにしてもらえるといいかなみたいな。準備はいいですか？電車乗ってる時に優先席はどんなに何があっても開けとくんですけど、結構外人の方って空いてたらとりあえず座るじゃないですか。だから優先席は開けてほしいなって思いますね。いらなかったら優先席はフリーにした方がいい。はい。あとはポイ捨ては良くないですね。電車の中で。はい。電車の中でなんかタピオカとかをしてる時もあるし、あとはこうやって渋谷とか結構ポイ捨て多いと思うんですけど、日本は割とゴミ箱多い方だと思うので。少ないですか？少ないんだ。じゃあポイ捨てされてもしょうがないかまあそんなことはないので分別してほしいですね。まあもし物もらったら頑張ってゴミ箱探すか、駅で捨てるか。そうですね、駅で捨てるか。頑張ってゴミ箱を探してくださいお金をなんか両替とかじゃなくて、なんか後ろの人詰まってる時あるから、ちゃんと均一なお金で出してほしいかな。カードにちゃんとした料金入れてくださいって感じ。ピーポーンってなんかバリアが閉まっちゃう恥ずかしいし。あとはなんか写真撮ること、多分日本に来たから思い出として多いかもしれないけど、道路の中に入って信号終わってもいちゃう人とかいるから危ないし、急いでる人にとっては車とかも危ないから、なんか守った方がいいかなって。あるじゃないですか、お花のところ取りに行ってお花の花壇入っちゃうとかが、作ってる人の思いとか考えてくれればしないかなって思いますね。それしないようにお願いします、はい。そしてプラスアルファ盗撮もやめましょう。盗撮良くないですよ、盗撮やめましょう自分も電車乗ってる時に何か気をつけてたりしますか？リュックを前にしょる。でもあんまイヤホンしないんですけど、乗るとき一回イヤホン外しますね周りの音に合わせて。そう、なんかアナウンスが聞こえなくなっちゃうのもあるし、引っかかるのが嫌なんですよね。たまになんかこうやって乗るときにピピピって持ってかれちゃうんで、自分はイヤホンを外して入ったらまたつけてってやってます。なんかイヤホンを持ってかれちゃったことあるんですか？あります。イヤホンをバッグか何かに引っかかっちゃって持ってかれちゃったんですけど、戻ってプララランって戻ってきた頃にはゴムの部分がなくてっていう経験があるので、イヤホンはちゃんと一回一回外してつけてってやってます。ナイスヒント。私もそれを覚えとこう。よろしくお願いします。自分ちょっと逆な多分意見だと思うんですけど、結構外人の人電車で喋ってたりこう自然体でいるんですけど、逆にそれでいてほしいなというか、逆に日本人が黙りすぎてるのがなんかこうマナーって感じで、俺は自分あんまり好きじゃないんで、そういう使い方で自分は賛同してますね。日本人はちょっと硬いっす。喋んないっていう基本的なマナー、一般的なマナーを知るにしても、なんかこうイヤホンからガンガン音が出てるとか、そういうところ日本人多分良くないなって。だったらまだ外人みたいにこう楽しく喋って電車乗ってる方が自分的にはいいのかなって思いますね。音漏れ気をつけましょうって。それで喋んなとか言うのはちょっとおかしいんで。
あー確かになんか理不尽って感じ。日本人はそういうところが直してほしいです。やっぱね妊婦さんが結構多いから妊婦さんに席譲るとかそういう基本的なマナー、日本人そういうのは大事にしてると思うんで外人もそういうのを見習っていったらいいんじゃないかなって思いますね。そういえば日本でなんか妊婦さんばっかりような印みたいなのあるんですよね。なんかカバンにつけてるなんだっけ。マタニティマークですか。それ見てる人いたら、若い人でも全然譲ってあげるとか。紳士的紳士的他になんか電車でこれ嫌だなと思うのは匂い人の匂い。どういった匂い。汗っかきな人はもうボディシート使うとかもう満員電車の時なんか密着しちゃうからそこをなんかちょっとエチケットとしてやるべきなんじゃないかなって俺思いますね。わかります。そうですよね。特に夏しんどいっす。なんか荷物を床に置いてその上に座らないとかそういうのは見ますから、そういうのはない方がいいかなって思いますね。その時には荷物をどうすればいいでしょう。上に置く忘れないようにお土産みたいに上にちゃんと棚があるのでそこにしまりましょう。他にも何か思いつきました。電車の中でご飯食べるとか。電車の中で日本でご飯食べちゃいけないんですか。食べちゃダメ、マナー的に良くない。私たちはちょうど今台湾に行って帰ったんですけど取材でその時には電車で食べると結構すごい料金取られちゃうんですけど日本では電車で食べれるとなんか罰みたいなのあるんですか。はないけど視線が痛い、食べてるよちょっとしたものでもお菓子とかこのぐらいのお菓子とかでも食べてると見られる。マナー違反みたいな感じ始まるよ携帯の音電車の中とか電話しちゃいけないからそこだけ理解してほしいなって思います。確かに誰でも電話しないですね周りの人も。大勢で大声出してなんか喋るとかはちょっと気をつけた方がいいのかなって最近思います。なんで最近思うんですか。外国人じゃなくて日本人の人が大勢でなんか電車で騒いで出たのを見たので。よく外国人はそれ言われてるんですけど若い日本人も最近それやってるんですね。そうですね。しばらくお待ちください。電車で、何かを食べてる人いるんですよね少なからず。そういう人やっぱ密閉空間なんでちょっと匂いとか気になるので気にしてほしいなとは思いますね。食べていいものあるんですか。どこまで許しますか。飴とか。飴とかガムとかは全然いいんですけどやっぱ匂いが強いものはちょっと抑えてほしいなって思いますね。パンとかおにぎりとか。その辺もちょっとやめてほしい感じ。そうですねちょっと個人的にはやめてほしいですね。海外の電車内ってかなり自由利いた空間じゃないですか。だからそれを日本に持ち込んでかなり自由にしてもらったりするのはやめてほしいかなっていう感じですね。あと大声で電話してる人いるじゃないですか。あとそれはやめてほしいですね。自由にそのままここに持ち運ぶのやめてほしいのどういったところがやめてほしいんですか。ツイッターの動画とかでよく見るんですけど突然車内で踊り始めたりするのはちょっときついかなっていうですね。日本なんで自国のルールを勝手に持ち出さないでほしいかなとは思いますね。始めます。ホームでなんかタバコ吸ってる人が見るんですよ。日本人でもいるんですけどなんかそういう人日本人が吸ってるのを見ると吸っていいんだって思うじゃないですか海外の人は。確かにだからなんか日本人もやっちゃいけないってことはあれなんですけどなんかそれ見て真似しないでねっていう緩いところっちゃ緩いです。ずっと駅員さんがいるわけじゃないから吸えるのかと思っちゃうんじゃないかなって思う。吸うおっさんとか結構いるから、あんまり良くないかなって。喫煙吸っていいところですよって書いてあるところ以外では基本吸っちゃダメって。喫煙所だけでなんかでも結構外人さんは分かんないっていうのもあるんですけど地べたに座る習慣が多いのか地べたに座ってる人が多いです結構。だからなんかこう電車の中に普通に座ってたりとか、駅のホームで待ってる時に普通に座ってなんかパーティーみたいな感じなんか広げちゃってる感じのがあるからそれはちょっとでもなんか忙しい日本人的にはこうなんか当たっちゃったりするからあんまりちょっと座んない方がいいかなとは思いますね。
そうやっぱその地べたに座る文化は日本にもそもそもないですね。あんまりないですね。なんかこうなんだろう、真面目な人が多いからあんまりこう見た目を良くしようとしてる人が多いからこそ地べたにはあんま座る人少ないかもしれないです。なんでかなと思ったんですよ。なんか地面に座らないでもやっぱりその日本は家をきれいにするからわざわざ誰かのソファに座る、なんか服でなんか地面に座らないとかそういうのもあるんですかね。それもありますね。多分服が汚れるから座らないっていうのはありますね。床が汚いものとして見てる。地面がね。これで全ての質問でした。ありがとうございます。Top 5 train rules to know when you come to Japan. Number 1, one of the most important ones is to actually stand in line when you enter the train. Japanese people see this almost as a common thing in that it's totally a common knowledge that you have to do that. Well, in some countries you don't really stand in line, which means foreigners will cut in line and you get a lot of hate for that. People will not call you out for it, but you'll make yourself very, very unpopular if you don't do this. If people stand in line in front of the train, just stand behind them. Don't cut in. The reason for that being is generally the system is the door opens, the people that come out will leave, some people who were blocking the door stand on the side, and then everyone goes in order. If you have been standing there at first person in line, maybe you're standing there because you left one train and you waited for the next one, so you get to sit down. So don't cut in line. Number 1. Number 4 is once you get onto the crowded trains, especially the more crowded they are, take off your backpack and put it on your front. The reason for that being is not because of thieves, but your backpack will hit and hurt people behind you, especially people who stay in the aisle generally tend to hold on to the sideways facing the people that are sitting and their back is free, so other people will try and squeeze into that little narrow gap there when the trains are crowded, and if someone wears a backpack the gap is gone. So be sure that you put your backpack to your front, or if you have larger luggage, put it on the top of the seats. There's a little rack there to hold these items. Number 3, respect the priority seats. Usually at the beginning or the end of train cards are priority seats. You can see them because they actually have certain signs. It will say priority seat on it, and the seat color will also be different. These seats are for people who need the seat generally more than the average person. So people who are, for example, pregnant, who have injuries, older people and such. Respect those seats. I know that many Japanese businessmen are also guilty of not respecting those seats and just sitting down on those. Please don't follow that example. If you see someone who needs the seat more than you, then please stand up. Also, there is a little strap on bags that usually women will carry. It shows a mother and her child. It's a little pink strap. You might see it around, and the symbol is also over the priority seats. These seats are then generally to be made vacated for these ladies who carry these because it means they are with child. So treat them with care too. Another thing that foreigners get criticized for the most is talking too loud on the trains. You'll realize it when you go onto a Japanese train, especially during rush hours. They are very, very quiet because getting squished into a train like a sardine causes a lot of stress and pressure on the people who are to work or coming off work. And that note, don't talk too loud because it might annoy the people around you. Same also goes for music. If you have your headphones in, make sure they're not too loud either to disturb other passengers. And of course, do not talk on your phone on the train. Don't do it. Number 5, get off the train if you block other passengers. At every stop, especially here in Tokyo when it's busy, people will go out of the train and lots of people will come in. Even if it's very crowded and you're standing in front of the door, but you don't need to get off at that stop, still, you need to get off, let the other passengers out, and then go back onto the train. Don't do the thing that I've seen one guy doing. He held onto the handholds and did like a little twirly thing while people all flooded out of him left and right. Just don't do it. It makes you look silly. Those were some of the rules you need to know before you come to Japan. There is a big system in place for rules here riding on the train in Tokyo. Please make sure that you know these things before you come so you don't embarrass yourself and make yourself look bad. I hope you have a great day, and don't forget, if you're new, subscribe to your channel, tick the notification bell, give us a like, and I'll catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Bye!